では最近大学入試問題にも出てる PCR 検査の原理をちょっと見てみましょう。 PCR 検査の原理PCR ってもともと DNA の増幅実験なんですよ。1本しかない DNA をものすごいたくさん増やそうっていう実験が PCR なんですよ。でもそれってものすごくいろんなところに使えて、例えば貴重な遺伝子が入った DNA をものすごいたくさんの数増やしたりとか、あとは今回みたいにかなり精度が高いんで PCR って感染症の検査なんかにも使われてるんです。では今回は RNA を持つウイルスの感染の検査、それを例にとってみましょうか。ウイルスってね、感染性の粒子だけど DNA を含むウイルスとか RNA を含むウイルスがいます。でこちら RNA って書いてあるけど、これがウイルス由来の RNA だとしましょう。ウイルス由来の RNA だとしましょう。で我々は生体の中にこのウイルス由来の RNA がたくさんある。その時はウイルスに感染してるかもしれないってわかるし、その生体の中に特定のウイルス由来の RNA が全然ない。その時は感染してないなってわかる。でそんな、検査方法なんです。そんなもん見りゃいいじゃないかとね、見りゃいいじゃないかとね、たくさん RNA ある。そしてこの塩基配列のね、この塩基の並びはあのウイルスの種類じゃんって見りゃわかんじゃんと思うかもしれないけど、これむちゃくちゃ小さい世界の話なんで、もう見えるどころじゃないんですね。全然見えない世界の話なんですよ。じゃあどうすればいいのか。そんな時に PCR 法っていう方法を使えば特定の RNA がそのサンプルの中にたくさんあるかどうかが分かるっていうんですね。じゃあちょっと簡単に見ていきましょう。この RNA、 さっきも言ったけど PCR って DNA をものすごい数増やそうっていう実験法なんで、まずは RNA を DNA に変換します。それを逆転写って言います。 RNA をもとにその配列の情報は変えずに DNA を作ります。 RNA に使われている塩基 AUCG っていう塩基で、 DNA に使われている塩基は ATCG っていう塩基。塩基の種類は違うけど並び方は同じね。基本的な並び方は同じ。情報は変えずに RNA を DNA に変換します。この逆転写という方法はね、逆転写酵素っていう特別な酵素を使います。で DNA を RNA を元に作ったら、まず95度っていう温度に変えて2本差 DNA を1本差ずつに分かれさせます。これ下にもね95度とか60とか72とか温度が書いてあるけど、この温度はね、この塩基配列の情報とかいろんな条件によって変わるんで、今回は0です。でまず95度に変えて2本差 DNA を1本差ずつに分けます。次に60度に温度を変更してプライマーという短い鎖をくっつけます。この温度の変更とかは機械が自動的にやってくれます。 PCR ってねいろんなね必要な反応液の中に必要な材料を入れて、ちっちゃい機械、いろんな種類はあるけど、ちっちゃいなんかスーパーファミコンみたいな機械にセットして、で俺たちは温度を入力して、ね、何回繰り返すか入力すれば機械が自動的に温度変化とか、繰り返し温度を変化させて何度も機械が自動的に繰り返してくれるんで、ものすごい簡単に、短時間で、行うことができます。 PCR ってちょっと話を戻すと、60度っていう温度でプライマーをくっつけます。この繰り返して言うけど、このプライマーは短い鎖です。この黄色いやつね。でこれね、青い方の長い鎖とこの黄色い方のプライマー、これやっぱりこれもね塩基同士の相補的な結合なんで、決まった配列じゃないとこのプライマーはくっつきません。ていうか我々はこの青い鎖に結合するように、こことここに結合するようにプライマーを設計して業者の方に頼みます。こういう塩基配列が並んだプライマー、こういう塩基配列が並んだプライマーを作ってくださいっていうふうに、業者の方に頼めば、その業者の方が化学的な方法でこれを作ってくれます。で注文したプライマーが届いて我々はこれを使うわけですね。で短いプライマーをくっつけます。でなんでそんなことするかっていうと、この次72度で DNA ポリメラーゼを働かせます。この DNA ポリメラーゼっていうのが実際に DNA を伸ばしてくれる DNA を作ってくれる酵素です。この DNA ポリメラーゼって弱点があって、どんな弱点かっていうと、弱点じゃないけどどんな弱点かっていうと、この短いプライマーっていう鎖、この短いプライマーっていう鎖がセットされてないと働けないんですよ。この短い鎖を延長することしかできないんですよ、この DNA ポリメラーゼって。もともと短い鎖がセッティングされてないと
DNA ポリメラーゼがDNA ポリメラーゼって働けないんで、ただ我々この反応液中に PCR の反応液中にあらかじめプライマーを加えておかなきゃいけないんですね。でこの DNA ポリメラーゼがプライマーを伸ばしてね、新しい DNA を2本作ってくれます。で1本が2本になったんで、あとこれもう1回ね、何度もこれ繰り返せば1本が2本になり、2本が4本になり、ね、4本が8本になりっていうふうにどんどん DNA ができてくるわけです。これが PCR 法。じゃあこの PCR 法ね、一体ね何のね感染症の検査と何の関係があるかっていうと、例えばこれ話を初めに戻すと、もともとウイルス由来の RNA がもしなかったらね、ウイルスなんかに感染してなくて、このウイルス由来の RNA がもし我々の手に入れたサンプルになかったら、これ RNA がなければもちろんこれ逆転者しようがないわけで、原本がなかったらコピーできないじゃん。なんていうの、原本渡さずにコピーしてきてって意味わかんないでしょ。もともとこの RNA がなかったら DNA ができないわけで、もともとの DNA がなかったらプライマーのくっつくものないし、もちろんもともとの DNA がなかったらプライマーのくっつくもともないし、もちろん新しい DNA なんて生じてこないわけなんです。なので何にも DNA が生じてこないぞってことは、もともとウイルス由来の RNA がなかったんだなってことの証明になるわけです。もしたくさんこのウイルス由来の RNA があれば、ものすごいたくさん新しい DNA が生じてくるんで、もともと RNA が結構あったんだって分かるわけです。このもともとの RNA の存在量と、PCR 産物、この新しい DNA の増殖速度が関係してるんですね。なければない、あればめっちゃ増えるって感じ。これが PCR 検査の、原理です。かなり精度が高くて、なんで精度が高いかっていうと、その要因の一つにこれプライマーの配列と我々が調べたい DNA の配列が相互的に結合しなきゃ増えてこないんですよ。これプライマー結合しなかったら DNA ポリメラーゼ働かないんで、ちゃんとこのプライマーが結合できるような配列があるなってことが分かれば、この青い配列はオレンジの配列が元になったわけだから、あのウイルスの RNA があったんだってことが分かるわけですよ。ちょっと難しいけど。では、簡単に言うと、ウイルス由来の RNA があるときにそれを逆転され DNA に変えて、そして PCR でたくさん増やす、ね、産物が、ね、たくさん DNA がたくさん増えてくれば、RNA あったんだって分かるし、増えてこなかったらもともと RNA なんかなかったんだなって分かる。でそんな実験法が、PCR 法です。PCR 法を利用した感染症の検査方法です。